い、こんにちは。京都ザ洋食屋キチキチ雪村元吉です。今回の動画はですね、なんとだし巻き。ね、皆さん日本の方わかりますよね、だし巻きでね。ところがどっこいどっこい。やりたいのはだし巻きではなく、だしオムわかりますかだしオム。だし巻きとオムレツ、これをひっつけた言葉。だしオム。違うところは何かなっていうね。こういうもんでだし。ね。だし鍋と言います。これで巻きますが、だし巻きはね。しかもだしが、日本のだしが入っています。これで巻くとだし巻き。今回の動画、皆さんに披露したいのは、僕がプロデュースしたこのフライパン。ね。オムレツ専用フライパン。これを使って、だし巻きを作りたい。ね。じゃあこれを使ってだし巻きを作る形がだし巻きじゃないじゃん。そうですよね。仕方ないですよね。オムレツの形にします。だからこそだしオムっていう名前を付けたんですよ。いいですか。そしてもう一点、このフライパンを使って、外国の方ね、だし巻きってあんまりピンとこないと思うんですよね。何なのみたいなね。だし巻きいうのはだしがだいたい半分以上、卵の全体の量のね半分以上だいたい入ってるもんなんですけども、それをだし巻きと皆さん認識しております。入ってなかったら卵巻きになりますね。日本語っていうのは面白いもんでね、そういうもんなんですけども、今回、元に戻りますけども、だしオムに関してはだしを使いません。だしの代わりにストック、わかります？今回チキンストックを使ってやりたいなと思ってます。卵はね、2個分を使いましょう。で、2個分って言っても、キチキチさんに関してはこうやって卵大きい使ってますね。ということは、グラム数で追いかけていきましょう。アバウト、だいたいだし巻きの計算として、卵1個50、中に 50g という計算をします。はい、5かけっていう卵、だし巻きあります。5かけいうのは、卵1個50と計算したら、50g と計算2個分ですよね。そしたら、この2個分で100になります。100になります。じゃあ、ここにだしがあります。ということは、5かけ5割なので 50% なんで、卵2個に対してだしが 50cc、 これをアバウト5かけっていう表現をしていきます。大体の流れ分かっていただけましたかね。これね、こういう説明で分かっていただけると思います。でもただ卵に応じて大きさが違うよっていう部分なんで、今回はちょっと測っていきたいと思いますので、5かけのだし巻きを作りたいと思う方は、卵の量2個ぐらい割って、そしてそれに対して半分を入れてください。一番分かりやすい方です。今回も5かけでいきましょうか。3かけぐらいが巻きやすいんですが、一応分かりやすい上で5かけでいきましょう。卵の中に液体が入りますということは、非常に柔らかくなりますね。それがだし巻きなんです。それを海外の方にも知ってもらいたいという今回の思いの動画です。材料の方これいきますけども、これ卵2個で、ここにチキンストックがあります。言ってますよね。今日だしオムなので、だしチキンストックを使います。顆粒でいきます。一から取ってません、そしてこちら、この2つは僕がプロデュースして作ってもらったもんですね。プロデュースされた、フライパンとターナーです。なんでこれがいいかというのを説明しますけれども、一般的には箸でだし巻きとか作るんですが、柔らかいので非常に割れやすい、作業しにくい。で、皆さんだし巻きの場合はこういうのを使いますね。こういうのを使うと、こううやってね、こうやって巻きやすい、ホールドしやすいということになってね、ホールドしやすいのでこういうのは使いますが、これは悲しいかな、丸いので、こっちの方を使おうと皆さんすると思います。こっちの方ね。でもこっちの方は違いはこのホールド感がね、オムレツもそうでしたけども、このホールド感、幅がちっちゃいです。これ幅いっぱいあります。ホールド感が違います。これによって難易度がゴロッと変わります。こちらの方が断然に使いやすい、巻きやすいということになりますので、これの凄さがあるというところですね。そして、もう一点、だし巻きいうのは、これを何回も、ここからマークにしちゃって、何回も、1回、2回、3回、4回、1回、2回、3回、4回とね、何回も分けて巻いていきます。ところが、今回のだしオムに関しては、行ったり来たり、行ったり来たり、1回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 、と巻いていきます。ちょっと説明が前後するかも分かりませんけれども、オムレツをだし巻きローリング、薄い卵を層にして巻いていく、1枚ずつ薄い卵を巻いていく、これがだし巻きなんです。オムレツは混ぜる、ミキシング、これはオムレツです。
だし巻きは1枚ずつ芯を作って、そして、こんなちっちゃいとこから1枚ずつ周り、バームクーヘンみたいなもんですね。1枚ずつ。バームクーヘンの意味なら分かりますよね。世界で有名ですから。1枚ずつこうね、卵を巻いていくっていうね、こういうものなんです。説明は長くなりましたけれども、なんでこんな先にこんな長い説明をしてるかというと、やりだしたら卵料理で一気にいかなければならない。途中で説明はなかなかしにくいっていうところがあります。分かっていただけますでしょうかね。よろしくお願いします。はい、では早速作っていきましょう。はい、卵あります。じゃあこれね、卵2個分でいきましょうね。2個分。だいぶ大きいです。これね、2L サイズなんで、1個どれぐらいあるかってね。どれぐらいあるんでしょうかね。よいしょ。割れた。ね。1個60以上あるん違うかな。これ。予想通りですね。63あります。124あります。ということは5かけで、62g、62cc ですよね。あとポイントとして、液体入れます。牛乳ならね、もうみんな、一定な味、多分出せますけど、だしの場合は、だしの濃さがあります。濃さ。わかります？濃度。これによって調節してくださいね。水を入れても、だしじゃないんですけども、形はだし巻きになりますね。柔らかいものができます。でもそこに旨味を入れるっていう、これがだし巻き。これが日本料理のね、だし巻きの美味しいところ。123ですね。ということは5かけなので、入れます。これ水です。お湯ですね。水でもいいんで、溶けたらいいんですけども、溶けないので、お湯でちょっとやってますけども、62でしたよね。ジャスト、すごーい。そしてこれチキンブイ、顆粒ですか。これね、入れます。入れすぎたら濃いですよ。醤油を好きな方、醤油も入れていただいていいんですよ。ここは自由にしてください。どんな味にするのか。甘いのが欲しかったら砂糖を入れてください。わかります？既成概念はございません。旨味と、要するに味付けをした液体物。これで液体になりましたね。はい。もうちょっと入れましょうか。2g ぐらい入れましょうか。2g 入れましょう。ね、ちょっと味見しましょうね。味見してみましょう。はい。やや濃い感じね、しっかりしてます。はい、じゃあこれ入れますよ。いいですか？はい、全部入れます。これで214ですね。じゃあ行きましょう。これを使っていきます。はい、では、こういう、これサラダオイル入ってます。これ、もしくは、ね、これサラダオイルに浸ってます。この2つをどちらか用意してください。そして今回これを使いますよ。ホールド感バッチリのね。これがなかなかいい仕事します。はい、では巻いていきましょう。言ってますように薄い卵を引いて、あっちこっちあっちこっちでいきます。いいですか？ OK ですね。はい、最初の部分だけ芯を作りたいんです。芯をしっかりしたものね。いきなりベタではいきませんね。まず芯を作っていきます。最初からこんなぺったんこだとだんだん大きくこんなもう枠を超えてしまうので、最初は芯を作ります。芯とは何ぞやって、今からやっていきます。これね、まずいきますね。はい、サラダオイルですね。こっちでいきましょう。これを流します。いいですか？ここで流します。でこれをスーッと1枚の薄い卵焼きにします。はい、向こうこれこう巻いていきたいので、はい、このまま火から外します。そして1枚ずつ卵が、出汁が多くなればなるほどこれがしににくいとなります。はい、じゃあ今度、帰っていきますよ。ここまた引きます。これをしてほしいんです。引きますね。そして、ここに卵を流します。いいですか？これね、一回一回研ぎながらいきましょうね。ポイント研ぎますね。ポイントポンポンポン叩きます。叩きます。これ空気をね、熱を逃がしてます。はい、そしてまだこれいけそうですか？これちょんとね、まだいけますね。ちょんと、はい、ちょんといきます。はい、これが芯です。芯ができたという状態ですね。はい、では、今度こっちをまた塗ります。そして、卵を研ぎますよ。研ぎますよ。研いで入れます。なぜ研くかというと、味がね、沈殿するので。そしてもう1点ポイント、ここに中にね、入れます。いいですか？そしてトントントン叩きます。これの繰り返しですね。このままできる人はこう振っていきます。これができないですよね。だからこれを使うんです。いいですか？このままちょんね、このままちょんね、簡単ですよね。このホールド感、これがすごいんです。これだとこんだけしかかからないんですよね。やりにくい。これだといっぱいいきます。これだと硬い、こっちの方、ここ入れにくいってね、こういう条件。これでもできますよ。できますけど、これがすごいやりやすい。はい、ではもう一度、はい、これを箸持って、あちこち持たなあかんです。そして研ぎます。研ぎます。これを持ったままにしましょうね。流します。流します。はい、そして、トントントン叩きます。この中下に入れます。
はい、いいですか。トントン叩きました。そしてこれをこっちにまた持ち替えます。はい、では、こっち向けいきますよ。このまま1、もう1回、2、はい、OK です。はい、また持ち替えます。はい、そして、油を塗ります。はい、研ぎます。研ぎます。卵を入れます。そこに入れます。叩きます。火から外しましょうね。焦げるので、火から外して操作した方がいいかもわかりませんね。これを僕は置きません。持ち替えます。はい、もう一遍火に乗せます。とろりんちょ。はい、いきますよ。もう一遍いきましょうね。はい、油を塗ります。同じこといっぱいずーっと言いますよ。油を塗ります。研ぎます。火から外します。卵を入れます。はい、下に入れました。トントントン叩きます。叩きます。持ち替えます。これでできたら持ち替えなくていいんですけども、そしてここに入れます。ホールド感スカッと入ります。バタッ。これ。そしてもう一度、はい、火から外して、油を引きます。ね。そして卵を研ぎます。研ぎます。卵を入れます。もう卵なくなりましたね。はい、そして、下に入れます。はい、トントントン叩いて空気を抜きます。そして、返します。これで、薄い卵を何回も焼いたということになりますね。わかりますね。このままもう一度こっちに持ってきますね。こういう状態。このまま巻きすに、やって形を変えれば、熱い間にやったら四角くはなりますけれども、今回はもう四角くしません。だしオムなので、これで完成なんですよ。そして別にもう気にせずに、こう普通にこういう風な感じでね。はい、どんな感じなのかね、こんな感じです。あ、こっちか。ここがひっついてなかったですね、これね。しっかりとひっつけてもらえば、綺麗な一枚の薄い卵が何回もこう層になってる。バームクーヘンみたいなやつですね。こんな感じなのか、断面をね、切りましょう。こんな感じです。もう完全にだし巻きですよね。見た目が全然違います。一応、だしじゃありません。チキンストック。どんな味なんでしょうか。ね。では、このまま僕も食べてみます。熱いでしょうね、これ。チキンの香りします。あ、香りはね、茶碗蒸しみたいな感じですね。では、いただきます。熱い。熱い。これは入れました。出来たてね、めちゃくちゃ熱いです。ね、だしがいっぱいあるので。これ、黙ってたら、だし巻きって言われたら、美味しいな、これって言います、多分。チキンストック。日本人ね、チキン馴染みあるので、世界中の方、馴染みがあるので、これはいけますよ。本当に。噛まなくていいです。シュで溶けます。このフライパンがあれば、このターナーがあれば、初めての方でもだし巻き簡単に作れます。本当に外国の方に作ってほしい。これすごいわ。自分で、提案して自分で作ってなんですけども、作っててもめちゃくちゃ巻きやすい。オムレツみたいに悩まなくてもいい。めちゃくちゃいいです。ぜひチャレンジしてください。はい、ではまたお会いしましょう。キチキチのだしオム。